こんにちは皆さん。今日は見た目は狼中身は愛らしいシベリアンハスキーを紹介します。彼らの無謀な冒険心、おとぼけな顔自己主張の激しさなど知れば知るほど愛おしくなる特性満載です。シベリアンハスキーの魅力をたっぷりお届けするので最後まで楽しんでくださいね。それでは早速始めましょう。狼みたいな見た目実は甘えん坊。シベリアンハスキーの見た目は狼そっくりですが実は甘えん坊です。彼らは見た目とは裏腹にとても人懐っこくて、飼い主に対して愛情深いです。彼らの社交的な性格は、狼のような厳しい外見との対比で一層引き立ちます。例えば、ハスキーはしばしば飼い主の膝の上に乗ってきたり、撫でてもらうのが大好きです。まるで巨大なぬいぐるみのように甘えてきます。私の友人のハスキーは、まるで猫のように飼い主にすり寄り撫でて欲しいとおねだりします。そんな姿を見ていると、狼とは思えないほどの可愛さに癒されます。彼らは家族全員に対しても愛情深く接し、特に子供たちには優しく接します。例えばある家族のハスキーは、子供たちが遊んでいる時に、そっと近づいて一緒に遊び始めます。その優しい表情と行動は、まるで家族全員を守るガーディアンのようです。見た目は狼でも中身は可愛らしい甘えん坊、ギャップに燃えますね。無謀な冒険心。シベリアンハスキーは無謀な冒険心を持っています。彼らは非常にエネルギッシュで新しい場所やものに対する好奇心が旺盛です。この冒険心は彼らの祖先が厳しい環境で生き抜くために培ってきたものかもしれません。例えばドアが開いているとすぐに外に飛び出してしまい知らない場所まで冒険に行ってしまいます。その結果よく迷子になることもあります。あるハスキーは飼い主の目を盗んで庭のフェンスを飛び越え近所の公園まで一人で冒険に行ったことがあります。飼い主が心配して探し回っている間、本人は楽しそうに公園の花壇で遊んでいたとか、別のハスキーは家の中でも冒険心を発揮します。キッチンの棚を開けて食べ物を探したり、新しいおもちゃを見つけて遊んだりします。その好奇心旺盛な姿は見ているだけで、こちらもワクワクします。また旅行先でも同じです。キャンプに連れて行くと自然の中で新しい匂いや音に興奮して一日中走り回って探検しています。彼らは新しい場所や環境に対してとても興味を示し冒険心を抑えられない様子です。無謀な冒険心があるからこそ一緒に過ごす日々が退屈しないんです。愛すべきおとぼけ顔。シベリアンハスキーの顔は愛すべきおとぼけ顔です。彼らの表情は非常に豊かで特におとぼけた顔が可愛らしいです。その表情は一瞬で私たちの心を掴んで離さない魅力があります。例えば何か悪さをした後の何も知らないよという顔やおやつをもらうために可愛く見せるおとぼけ顔など見るたびに笑顔になります。私の知っているハスキーは飼い主が叱るとやばいという顔をして白を切るようにとぼけた表情を見せます。その顔がまた憎めないんですよね。またおもちゃで遊んでいる時の無邪気な表情や、眠くて目がトローンとしている時のおとぼけ顔も愛らしいです。友人のハスキーはお風呂に入れられる時の顔が最高におとぼけていて、水を嫌がる様子がまるで子供のようです。そしてお気に入りのおもちゃを見つけた時の嬉しそうな顔もたまりません。彼らの表情が豊かであることは、一緒に過ごす時間をより楽しくしてくれます。その愛すべきおとぼけ顔に毎日癒されます。雪が大好きすぎる。シベリアンハスキーは雪が大好きすぎます。彼らは寒冷地での生活に適応しており、雪の中で遊ぶのが大好きです。この雪への愛は彼らの祖先から受け継がれたものです。例えば、初めて雪を見ると大興奮で駆け回り雪の中に顔を突っ込んだり、雪玉を追いかけたりします。ある日、雪が降った朝にハスキーを散歩に連れて行った友人がいました。そのハスキーは雪の中で転げ回りまるで子供のようにはしゃいでいました。その光景はまるで映画のワンシーンのようでした。また、雪の中での長時間の散歩も大好きで寒さを感じるどころか、むしろ楽しんでいます。ある冬の朝、友人のハスキーは庭に積もった雪の中に飛び込み、まるでトンネルを掘るようにして遊んでいました。さらに雪の中でのレースも得意で、飼い主と一緒に雪道を走り抜けるのが大好きです。彼らの雪への愛情はまさに無限です。雪が大好きな姿は見ているだけで楽しくなります。鳴き声が狼すぎる。シベリアンハスキーの鳴き声は狼すぎます。彼らは遠吠えが得意で、その鳴き声はまるで狼のようです。この鳴き声は彼らの祖先が持つ野生の名残です。例えば、飼い主が外出すると遠吠えを始めたり、音楽に合わせて遠吠えすることもあります。その声はまるで野生の狼のようです。私の知り合いのハスキーは
特定の音楽やサイレンに反応して一緒に遠吠えを始めます。まるで狼の群れの一員になったかのような感覚にさせられます。ある日、友人のハスキーがテレビの中で流れる狼の鳴き声に反応して画面に向かって遠吠えを始めました。その姿は非常に迫力があり、まるで実際に狼が部屋の中にいるかのようでした。また夕方になると自然に遠吠えを始め、近所中にその声が響き渡ります。彼らの鳴き声は時にはコミュニケーション手段としても使われ、飼い主に何かを伝えようとする時にも狼のような鳴き声を上げます。狼のような鳴き声もシベリアンハスキーの魅力の一つです。フリーラン好き、シベリアンハスキーはフリーランが大好きです。彼らは自由に駆け回ることが大好きで、そのエネルギッシュな性格は彼らの特徴的な魅力の一つです。広い空間で自由に走り回ることでストレスを発散し、心身ともに健康を保っています。例えば、広い公園や自然の中でリードを外すと全速力で走り回り楽しそうに遊びます。友人のハスキーはドッグランに行くと他の犬たちと一緒に走り回り一日中遊び続けます。またキャンプに行った際には森の中を自由に駆け回り、新しい匂いや音に興奮して一日中走り回って探検しています。彼らは新しい場所や環境に対してとても興味を示し、冒険心を抑えられない様子です。さらにビーチで走り回るのも大好きで、砂浜を思いっきり駆け抜ける姿は見ているだけで爽快感を感じます。ある日、友人のハスキーがビーチで砂を掘り返して遊んでいたところ、他の犬たちも集まってきて一緒に大きな穴を掘り始めました。その楽しそうな姿はまるで砂の中で宝探しをしているようでした。また冬の雪原でも同じです。雪の中で自由に駆け回る姿は彼らの自然なエネルギーと楽しむ心を表しています。その際には雪玉を追いかけたり、雪の中に顔を突っ込んだりして遊ぶ姿が見られます。こうしたフリーランの時間は彼らにとって非常に重要であり、健康で幸せな生活を送るための大切な要素です。フリーランが大好きなシベリアンハスキーは彼らのエネルギッシュで自由奔放な性格を存分に発揮します。自己主張が激しすぎるシベリアンハスキーは自己主張が激しすぎます。彼らはとても表現力が豊かで、何かを要求するときには全力でアピールします。この自己主張の強さは彼らの知性と社交性を物語っています。例えば、お腹が空いた時や遊びたい時には吠えたり飼い主に飛びついたりして自己主張をします。私の知っているハスキーは朝食の時間になると必ず飼い主を起こしに行きます。ベッドの上に飛び乗り吠えたり、前足で飼い主の顔をペチペチしたりしてお腹空いたとアピールします。また遊びたい時にはおもちゃを持ってきて飼い主の前に置き、その場から動かずにじっと見つめてきます。その視線に耐えられず、ついつい遊んであげることになります。さらに散歩の時間になると自らリードを持ってきて飼い主にアピールする姿も見られます。あるハスキーは夜になるとテレビの前で飼い主と一緒に座りたがり、遠吠えをして自分の存在をアピールします。この自己主張の激しさは時には飼い主にとって困ったことになることもありますが、それでも愛おしい一面です。自己主張が激しいところも彼らの魅力の一つです。ツンデレな性格。シベリアンハスキーはツンデレな性格を持っています。彼らは時には冷たく振る舞うこともありますが、突然甘えてくることもあります。このツンデレな性格が彼らの魅力を一層引き立てます。例えば、普段はクールに振る舞っていても、飼い主が落ち込んでいる時には、そっと寄り添ってくれたりします。私の友人のハスキーは、普段は一人で過ごすのが好きですが、飼い主が仕事で疲れている時には、優しく寄り添い慰めるかのように、顔を舐めてくれます。また遊びたい時には、突然飼い主の膝の上に乗ってきたり、撫でてほしいと甘えてきたりします。その一方で、気分が乗らない時には、完全に無視されることもあります。ある日、友人のハスキーが突然膝の上に飛び乗ってきて、その後何事もなかったかのように降りていったことがあります。そのツンデレな行動に友人は驚きつつも、その可愛さにメロメロでした。さらに散歩の途中で急に立ち止まり飼い主に振り向いて甘える姿も見られます。その瞬間に見せる優しい表情は、普段のクールな態度とは対照的で一層愛らしく感じます。ツンデレな性格がシベリアンハスキーの愛らしさを引き立てます。食欲旺盛でも襟好み。シベリアンハスキーは食欲旺盛ですが、実は食べ物の襟好みが激しいです。彼らはエネルギッシュで活動的なため、食欲が非常に旺盛です。しかし、その一方で食べ物の好みにはうるさく襟好みをすることがあります。
例えば、普段の食事では、特定のフードしか食べなかったり、新しい食べ物を与えると、匂いを嗅いでから、ようやく食べ始めたりします。私の友人のハスキーは、ドライフードだけではなく、ウェットフードや手作りの食事も大好きですが、その日の気分によって食べるものを選びます。またおやつを与える際にも、同じおやつを何度も与えると飽きてしまい、新しい種類のおやつを欲しがります。ある日友人が特別なご馳走を用意した際、ハスキーは最初は興味津々で匂いを嗅いでいましたが、いざ食べ始めると少しだけ食べて残してしまいました。その後、別のおやつを与えると嬉しそうに食べ始めました。さらに彼らは野菜や果物も好んで食べることがあり、特に人参やリンゴが好きです。しかし、時にはその日によって好き嫌いが変わるため、飼い主は毎日の食事に工夫を凝らす必要があります。食欲旺盛なハスキーですが、襟好みが激しいところも彼らの可愛らしい一面です。頭脳明晰でも時々アホすぎるシベリアンハスキーは頭脳明晰ですが、時々アホすぎる行動をします。彼らは非常に賢く指示をすぐに理解しますが、時には意味不明な行動をとることもあります。このギャップが彼らの魅力をさらに引き立てます。例えば、ドアを自分で開けたり、複雑なトリックを覚えることができますが、突然壁に向かって吠えたり、空気を追いかけたりすることもあります。ある日、私の友人のハスキーは、家の中で見えない何かに向かって、激しく吠えていました。結局、何もないことが判明し、皆で大笑いしました。また彼らは、食べ物を隠すのが得意で、お気に入りのおやつを見つけると、それを隠して、後でこっそり食べることがあります。しかし、その場所を忘れてしまい結局、見つけられないこともあります。さらに、彼らは、テレビの中の動物に反応して、画面に向かって吠えたり、手を出したりすることもあります。その姿は、まるでテレビの中の動物と遊びたいかのようで見ていると、笑いが止まりません。彼らの賢さと時折見せるアホな行動のギャップがシベリアンハスキーを一層魅力的にしています。その賢さとアホな一面のギャップがシベリアンハスキーの魅力です。以上が今回のシベリアンハスキーの解説でした。これからも可愛くてどこか憎めない生き物たちを紹介していきますので、コメントやいいねをしていただけると励みになります。チャンネル登録してお待ちください。それではまた次回お会いしましょう。